大体ね、私たちの職業っていうのはリカバリーなんですよね。夏がおかしかったんで秋でリカバリーをして、で冬がおかしかったから、だからまた春にリカバリーをしながら。これは全国の茶品評会のですね、農林水産大臣賞一等一席を取りました茶葉の先の方の芽茶っていうところの部分ですかね。私たち大石栽培の中ではもう先の方の芽っていうのはもう一切紫外線が当たらない状態にあります。その一切紫外線が当たらない状態の1年に、蓄積したうまみが、凝縮している部分になりますので、うまみと鮮度と、それとやはり自然の香りっていうか茶樹の味、天茶葉だけじゃなくて茶葉のしっかりと茶樹の味っていう、そういう味をしっかりと出せていると思いますので、それとやはりうちは大石田手摘みのこの何かというと余韻なんですよね。飲んだ後に残る口の中の余韻をしっかりとお楽しみいただければと思います。今回の、記念抹茶茶碗の、披露に移りたいと思いますので、皆さんぜひ前を前方ご注目いただいたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたらついに私らもドキドキしますけど、ついさんちちょっとどうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとシャッターチャンスをいただいたらと思いますので、ありがとうございます。おお。あ、先生、こちらの。はい。浦選挙の大総称の箱書きをいただきました。名湾、高知、はい、大も、はい。やっぱり思いが通じて大総称も書いていただいた。ありがとうございます。はい、おお、素晴らしい。中はオパールをね、オパールを焼き付けてるんですよ。私鳳凰が大好きで、やっぱり宇治をね象徴しまして、千代の時には飛ぶ鳳凰、そして、紫という京都の色を、お茶の葉っぱと、お茶の葉っぱも先生もお茶の葉っぱも入れていて、それ何より大石田の茶葉が光るんですよっていう話を先生にさせていただいたら、同じように大石田の中の茶葉が光るようにオパールでこのように大石田の茶葉が光るので、この表現をしていただいたというのが本当に感動します。もともとその浦選挙の本山大総称とはちょっといろいろご縁がありまして、鳳凰の柄はよくね私も描いてたので、あとそのオパールというのが京セラさんのオパールで非常に純度が高いもので、だから貝の螺鈿みたいになるんですね。ただちょっとその膨張、焼き物は膨張収縮がかなりするんですけど、オパールはほぼほぼしないのでまずくっつかないだろうと言われてたんですけども、1年ぐらいかけて実験して焼き付けるようにできたんで、それは結構オリジナルの技法なんですけども、今回朝日を最大限に表現するために無糖の抹茶、ホワイトチョコレートですね、そちらから手作りで開発しております。業界初のですね、水ガナッシュっていう今回水で中のクリームをお作りしております。なのでまさにもう朝日とあと甘みがですね、上質な和三盆糖をもげて甘さを添えております。品種は朝日です。はい。お辻さんのもう代名詞の品種でございますので、いや本当にワインとよく似ててピノノワール、そのピノノワールの作ってる農家さんがよくおっしゃるのは、干ばつに弱くて収量が安定しなくてすごくわがままな品種だっておっしゃるんですけども、全く同じで毎年収量が分からなくて品質が分からなくて干ばつに弱くて、それで寒さに弱くて、もうどうしたらいいねっていうわがままな品種なんですけども、特別にここの度合いを超えたところからうまみが出てくるところの、境目をマックスで超えたところから
すっごいうまみが出るんですよね。そこの茶樹のマックスを超えさせたうまみっていうね、それを堪能していただければなと思います。辻さんの本当にお抹茶色ってね、色鮮やかで有名なところでもありますし、本当に私も茶業界に入った時にこれが清春グリーンだっていうふうに教えていただいたこともありまして、本当にこの色鮮やかな抹茶を、本当に作られたのも辻さんがお抹茶に革新を与えられたんじゃないかなって思うような、お抹茶のカラーリングでございますので、そういったところも楽しんでいただいて、で今お配りしているお茶碗ですね、先生の方の数々の、自慢の作品でございまして、全ての方に、違う柄を今回はお出しさせていただいておりますので、隣の方ともまた器も比べながら楽しんでいただいたらと思います。いや、もともと朝日って品種はね、こう結構渋みが勝つ品種で、それをどうにかこう覆いの遮光であったり肥料であったりっていうところでコントロールして、この渋み成分をなくして、なくすことはできないんですけど極限に減らして、そしてその渋み成分の少しの成分とスイカに塩をかける原理なんですけども、少しのカテキンとうまみがあることによってさらにうまみが倍増する、その仕組みをこうお茶の木の中で作り上げる。それでじゃあこういう土壌だから肥料はこのようにしようって、まずは土地から学ぶ、で肥料を組み立てていく、で遮光を考えるっていうような本当に伝統的革新ですよね。令和4年を振り返るのには私たちは年に一度しか収穫しませんので、令和3年の秋から、適栽が終わってからがスタートになるんで、そこからの、自然の流れをかなり夏が雨が多くて、で、雨が多いとこう、秋になると紅葉になるんですけども、紅葉が何かおかしいな、まず自然を見る、で紅葉が何か鮮やかじゃないなっていうことはお茶の木は木なんで、お茶の木も何かこう夏の雨で何かこうおかしな状況になってるんじゃないかなっていうようなところを観察しながら、で秋をそこをどうリカバリー、大体ね私たちの職業っていうのはリカバリーなんですよね。ずっとリカバリーをしていくっていう状態なんで、この夏がおかしかったんで秋でリカバリーをして、で冬がおかしかったからだからまた春にリカバリーをしながら、3月にすごく冷え込んだんでここがもう、5日ほど遅れたんですけども、そこから4月の3週目ぐらいから夏日が1週間続いたんですね。そこで一気に芽が伸びちゃう。栄養を吸って伸びるのは全然問題ないんですけども、寒くて一気に雨がなくてただ伸びたっていうのは自分の新芽の栄養を使って伸びてるんですよ。ということはそれだけ栄養価が少なくなっちゃう、アミノ酸が減少してしまうっていうのを考えた時に、これは絶対繊維質が多くなってるなと。じゃあどうしたらいいか、もっと蒸気量を当てやなければダメだなっていうのをまずそこでこうヒントを得て、でもっと早く覆いをかけなければダメだと、硬くなるからっていうようなところをもう今までの経験値と、数値そういうのを一緒に合わせ持って考えてやりましたけども、苦労というか本当にその経験値をまた一つ積ましていただけたなっていうのが一番です。どんどん農家件数が全国的にも減ってますし、京都にはもうさらに特殊がかかっているような状況ですんで、農家件数の高齢化とともに後継ぎの後継者問題というのは本当にもうあと10年かなと思ったら本当に 2,3 年で来るかなっていうような状態になってて、私とこの息子はありがたいことに昨年関西品評会で農林水産大臣賞を獲得させていただきまして、それが本当に糧になったのかなと思いますけど、私は全部こうしろああしろっていうのは絶対言わなくて、で全て体験して自分で気づかすっていうことをしないと身にならないので、塾と一緒なんですけど、塾へ行け行けって言われても本人が気づかない限りは実力が伴わない。まずは体験させて失敗してもいいし成功してもいいし、そういうような形でまず、一歩踏み出しなさいと。
どうなってもいいから進みなさいと、そこで気づいて、それをフィードバックして、さらに来年に糧となるようなものを作りなさいっていう、ね、そういうのをこう2、3年ぐらいこう指したんですけどね、応用をかけるタイミングってすごく難しいです。あれを1年目に、週の1年目に全部任せたんです。応用全部応用かけるっていうのは本当にどうですかね、渋くなるか甘くなるか、収量がどうなるかとか全部操作できるんで、それをもう息子一人、私は何もしてなかった。それがもうすごく今でも言いますけど、苦痛だったけども、あれがフィードバックできてよかったと。何でもね、その時は辛いんですけど、辛いというかね、しんどいんですけど、そこを過ぎればね、いい経験になったなという、そのいい経験になったっていうのが、私の父親からもそういう経験をね、させてもらったんで、息子にもそういう経験をさせて、それで今どんどんと、国内のね、作動人口もどんどんね、少なくなっている状態にあるので、本当にこれからの農業、茶業の方も本当に難しい時代に突入しますけれども、もっと視野を広く持って、いろんな用途に使えるんだよというような、飲料の部分で一つの飲料として考えて、でまたそのアトリーズの木村さんが作っていただいた、食品という部分にも考えながら進んでいってもらえたらいいかなとは思ってますね。一応法なので2匹いないとダメということなので、本当に裏面と表面の方を来させてもらって微妙に両方とも顔とかが違うと思います。その形で包まさせていただきまして、株式も今回ちょっと辻さんがもう紫につけてることで紫でちょっとさせていただいたので、皆さんぜひお使いになっていただいたらなと思って用意させていただきます。ただいまをもちまして宇治天茶生産家辻清春さんの令和4年度の、全国関西京都府三冠受賞記念のレセプションを一旦中締めとさせていただきたいと思います。最後に全員で、写真撮影させていただきたいと思いますんで、いきます。3、2、1。もうね、辻さんが非常にもう喜んでいただいて、もう何よりです。やっぱり私たち芸術家っていうのはね、人にいかに感動を与えるかというのが仕事ですので、とても感動していただいているということで、もう作家冥利につきます。ありがとうございます。本当にね、もうこれだけの感動をいただいたのはね、今までないというぐらいの、数時間ですけど、私には本当に長い思い出になる時間になりました。そして伝統産業同士のコラボ、本当にね、いい作品を頂戴いたしましたので、本当に感謝の言葉しかございません。ありがとうございました。宇治市の茶農家の山本仁太郎さんでございます。東洋市の天茶の生産家、もう本当に産地のリーダー的存在の村田さんでございます。天茶作りのもうエース的存在ですね。木岡祐一様でございます。令和3年度の全国茶品評会で農林水産大臣賞を受賞されております坂田さんでございます。手と手のスタッフになります滝本さんでございます。発起人の中で本当に一番動き回っていただきました北川さんでございます。